この三角のトップがね、一番やっぱり強く感じるかな。シックス・オブ・カップス。まあ血縁者かもしれないね。兄弟とか姉妹とかね、お兄さんお姉さん、妹弟、あるいはソウルメイト、ツインレイ。お相手さんが、これザ・アーティストだよね。描き込んでる、イメージを描き込んでる。相当思い入れがあるよっていう、伝わってくる。で、逆の三角のこのナイトのカップも、やっぱりこのシックス・オブ・カップス、このノスタルジーの力にものすごく惹かれてるよって。だけどどうだろうね、この下にあるのは5のワンズで、ちょっと白々しさがあるような、シミュレーションとかエクササイズとかね、自分たちを高めるために、わざわざ起こしてる喧騒だよ。そんな思い入れの力っていうのがぐーっとね入ってる。でこの体なんだけど8のソーズ囚われてるね。どうなのかな、お相手さんがすごくヒートアップしてて、あなたに思い入れがとてもあると、あなたをがんじがらめにしたい。でそしてあなた自身もすごくこだわってしまってる。自分でその世界観にとらわれてるよって。このシックス・オブ・カップスにこの両側からね想念が、流れていってるね。逆の三角の体にはね8のソーズの上になってるけどジャッジメント、決断しなさいよというカードが来てる。このカードだけがノスタルジーの世界をね打ち破る現行の力、リアリズムというのかな、そういうエネルギーを感じるね。あなたに対する敵愛だろうね。あなた自身も夢中になってるから、本当にご縁の深い相手なんでしょう。両者ともに引っ張られてるよって。だけどどこかちょっと空騒ぎ的な
部分も否めない。あなたに向けられてる敵意っていうのは過剰な愛なのかもしれないね。結果お相手さんの愛があなたを苦しめてるのかな。うん。影の女、元彼女とか元奥さんとかね、ダークホースだよね。いやこれ本当にあなたたちは良縁なのかもしれないよ。今世で出会うべくして出会った二人かもしれない。ただちょっと出会い方がスキャンダラスだったかもしれないね。合いびきのような形で交流をしている。これはお相手さんの、ひょっとすれば妄想なのかもしれないけど、ただこのカードから考えるとこの状況を許せないっていうメッセージが来るからね。これはファミリー、家族、多様性、いろんな人たちを愛すというようなカードだけれども、あなたの囚われるがんじがらめの状況にかかってるんだよね。あなたもひょっとすれば既婚者かもしれないね。とっても複雑な状況で、またお相手さんだけじゃないかもしれないよね。お子さんとかね、結構近いポジションにいる人で友達公認みたいな、みんなが互いにその共通の友達がいて知られてる関係とか、なんか自分たちだけじゃない束縛感もあるかもしれないね。こうなってくるとあなたに向けられた敵意っていうのはこの女性かもしれない。自信満々だね。許さないわってメッセージが降りてきますよ。何そのノスタルジー、認めないわっていうようなね、そういう力を感じる。だからなんかジャッジメントをさせるこの人のなんか意識かもしれないね。ちょっと白黒決着つけましょうよみたいな。あなたからしたらやっぱりね、やっぱ心が痛む部分もあって、でもやっぱり動けないっていうようなちょっと心苦しい状況なのかもしれない。こうなってくるとなんかこのナイトのカップが少し頼りなく見えるかな。男なんだけどなんか逃げ切らないようなね、ちょっと男の尻軽っていうのも変だけど、なんかはっきりしない。愛の人だけに愛にねなびいちゃう。ノスタルジーにね駆られてるぐらいだから子供っぽい方かもしれないね。あなたたちが興じてるセンチメンタリズムとかさ、多分この方からするとちゃんちゃらおかしいわっていうような感じに見てるかもしれないよ。何やってんのあなたたちって、そういう念がすごく強く飛んでくるね。このシマウマさんがすごいなんかね心配そうな顔でこっち見てる。大丈夫かいって、無理しないでねって。
まずねこのカードだけど6オブカップスにかかってるでしょう。この関係性っていうのはねとってもね深く根ざしてるもんだよと。大地にね深く根を張って伸びてきてるもの、非常に深くてね、何千も超えてそのねこう伸びてきてるエネジーだよって、開花してる愛だよっていうね、降りてくるかな。メモリーズ、ちょっとねあなたのお相手さん、彼氏さん、恋人さんはねちょっと夢見がちかもしれないね。あなたは結構リアリティの中にいるこのファミリーとか現実的な問題がかかってるでしょ。そういうとこで悩んでるけど、あなたの恋人は結構なんかやっぱり無双化のような状態になってるかもしれないね。色恋の甘い部分にのぼせてる、もちろん本気でしょう。本気だけどやっぱり甘い部分ばっかりに、やっぱ先立つものがなければねやっていけない。でなんだかんだ言ってね恋愛者である以前に生活者でないとこの世知辛い社会生きていけないわけで。だけどお相手さんはあなたよりねちょっと夢見がちかもしれないね。でこのジャッジメントにはハイヤーパワーがかかっています。工事の力が働いている、命令が下るよっていうような感じだね。これだけど微妙だよな。だけど今回のねお題はあなたに向けられた敵意ね。であの方が受ける罰だから、ちょっとだけどね敵意は強いよ強い。テーマから外れればねひょっとすればこれはあなたの意識かもしれないね、閣下と思える。だけど今回のテーマで言うとやっぱりこのカードがねあなたに向けられてる敵意だと思う。なんか家族も心配してるもん。もうシマウマさんがとてもね不安そうだよ。白黒はっきりつけちゃうのかいって、白黒ついちゃうと危険だよって、曖昧なうちが花だよって言ってるよ。そうだな。しかし元奥さん、元彼女、あるいは、第二の存在、2番手、2号とかっていうのかな。今時、ジェンダー平等の時代に危険だけれども。このお相手さんも悪いのかもしれないね。その元々の自分の連れにねいまだに意識をそがれてるかもしれない。いまだにちょくちょく関係性を持ってるのかもしれない。お相手さんがちょっとねお花畑なとこあるのかもしれないね。だからそういう部分をちょっと可愛いと思ってるかもしれないよ。私が強く出ればこの人は絶対に私から離れられないってね。関係性はもう終わってるけれども押しかけてってこの方との関係がね切れないようにずっと力を働きかけてるかもしれないね。そうなってくるとこの合いびきっていうのがさいまだに
元彼女元奥さんとつながっているあなたのお相手さんを表してる行動をね明るみにしてるカードかもしれないね。おっとお久しぶりに来たぜ。窓をオープン。邪鬼神様。いやーこれだけどやばいね本当にね、ひどいことが起こるよとんでもなく苦しんでねひょっとすれば絶命してしまうようなその予兆だからね。そういう人が持っている波動にその熱にね発生する、現象負のエネジーのシンボル邪鬼神様。よっぽどなんかねひどい働きかけをあなたにしてるのかもしれないね。だからこの方もなんか開き直っちゃっててもう私は、悪の道を行くんだわっていうような地獄上等みたいなそんな意識で生きてらっしゃるかもしれないね。だけどこのまま行くと本当にろくな死に方しない。とんでもない死に方しちゃう。この方のやっぱり今の状況っていうのはね、良くないね。一番最悪な終わり方をするというカードが来ています。なかなか関わらないようにするのがね難しい人かもしれないけど関わんない方がいいだろうね。この方の持っている想念のレベルに引き込まれるとあなたもね窓に入ってちゃうよ。だからこそ今ちょっとなんかとどまってんのかもしれないね。だからジャッジメントでさやっぱりこのハイヤーパワー工事の指令サインをしっかり受け取ってジャッジメントすることだと思う。いいですね。あなたは経済制裁を加えられているのかな。キング・オブ・ペンタクルス、セブン・オブ・ペンタクルスとちょっと意地悪な感じがするよね。あなたはそこにいなくちゃいけないっていうような意識に駆られている。このキングのペンタクルがあなたをね見てないんだよね。俺のこしらえた財産をさてどのように使おうかな。お金だけじゃないよね。自分が得た物質的な価値あなたのことかもしれないよね。さあどうしようかなっていう。だけどあなたはやっぱりこの方のそんな意地悪なね想念の中に身を置かなきゃいけないっていうような意識になっちゃってるよ。
あなたをいじめて当然と思っている。いじめっ子キャラが自分のアイデンティティの不足を充足させてくれる。いじめっ子を演じていることに活力を感じるよと。やだね。これはね、自発的な輝きを諦めた絶望感が根底にあるサディズム。当人はおせっかいであなたをいびることであなたは輝き、人間的にも成長するってね、思ってんだよ。実はあなたをいじめることで輝いてるのはこの人自身のくせに。そこら辺の詐術が今は見えてないかもしれないね。で、一方逆の三角だけど、あなたのことをね、応援してくれる異性が現れるよ。キングオブワンズで、ナインオブペンタクルスであなただけを大切にしてくれる。ちょっと甘やかしてしまうかもしれない。ある意味なんかこの8のソーズと真逆かもしれないね。数はちょっと一つ違うけど、だからそのためにその方はね、あなたを守るために、戦うよっていうカード、ナインオブワンズ。だから早く気づかなきゃね。この方の調子に合わせてると、せっかくのね、あなたの魂の救済者を見逃しちゃうかもしれないね。家族かな、家族に縛られてるのかな、あるいは、コミュニティかもしれないね。職場とか、あなたたちの間柄を知ってる人たち、親戚とかね、両親とか、なんか周りでガチガチに囲われてる。あなた自身のハートだけじゃなくて、状況的にも囲われてるよっていうのが出てる。で、この男だけど、あなたのことを守ってくれるっていう男で、この男がなんか、キングオブワンズがね、このキングオブペンタクルス、この後ろ向きな、ちょっとこの過去方向を向いちゃってる男と戦ってくれるっていうふうにも思えるけど、ひょっとすればこの方自身があなたのことを守ってるって勘違いしてるかもしれないよね。俺はあいつのことを世話してやってるんだと。俺が食わしてやってんだよぐらいの。そういうカードかもしれない。で、真ん中のカードがね、自尊心、尊敬の念とかね、あなたがなんか独立して自分の足で立つっていうようなカード。だからその前にはやっぱりちょっと癒す必要があるかもしれない。あなたがとても傷ついていて、なかなかね、自信を取り戻すことができないかもしれないから、その前の段階として十分にね、あなただけの喜びの世界に浸ってちょっと休んだ方がいいかもしれないね。そんな場所を提供してくれる、異性が現れる。そうだな。
だからなんか周りの人たちのために自分が犠牲になればいいやなんていう意識にとらわれてるかもしれないよ。うん。だから自分の中でこう奮起してね、自分自身を鼓舞して立ち上がれば、うん、状況がね変わってくるんじゃないかな。だからこのナインのペンタクルも自分だけが幸せになっちゃよくないんだみたいな、そんな意識でね尻込みしちゃうとなかなか、これもだからまあ完璧な状態ではないんだけど、だけどもここまでもたどり着けなくなっちゃう。だからちょっとなんか、自分のために動いてみるといいかもしれないね。まずね、このユニバーサルオーダー、このね、キングのワンズの方はね、宿命的な人だよと。まあ少なくともこの方は、宇宙ルールに従ってあなたのこと、助けに来るって言い方は変かもしれないな。あなたとの愛を育みに接近してくるよ。あなたはこれを気づいてないかもしれないけど、この方はあなたに宇宙の法則を見てる。とても大きな力が働いてるよって。で、だけれども、この逆三角形の対に当たるんだけど、この9のワンズの手負いだよね。これにはこのブレイキングフリーがかかってて、まあデビルが自由になれよって言ってんだよ。もう自由になっちゃえなっちゃえみたいな。ひょっとすればあなたとの関係性に、やっぱり自分では力不足なのかなっていう弱気になっちゃって、このブレイキングフリーが悪い形でこの方をね解放してしまうかもしれない。だから少なくともあなたを助けたい、ね、幸せにしたいって思ってる人がいるんだよっていう、そのサインはねキャッチしてあげないと、この方はねくたくたに疲れてしまう。でど真ん中インスピレーション、このインスピレーションはおそらくこのあなたをいじめてるね、あなたに敵意を燃やしているね方のインスピレーションなんだけど、だからあなたをねいじめることで輝いてるのはこの方自身なんだよ。だけどその輝き方っていうのは本当の輝き方じゃない。そんなことでねいい気分になってる人の周りからはやがて皆去りますよ。最後誰もいなくなっちゃう。だから実のとこね、あなたを頼りにしているのはこの方なんだよね。あなたがこの方に依存してるように表向き見えてるけど、あなた以上にね依存してるのはこの方なんだよね。あなたなしでは生きられない。あなたが開眼してこの方の元から旅立つと、この方はね浦島太郎のに一気に老け込んじゃうね。セピア色に染まってきます。なぜならあなたという存在からねインスピレーションを得続けてるから。これは不当な形のインスピレーションだけど、間違った形のね。だから本質的にね絶望してる人なんだよね。
少なくとも社会に絶望してる人、まあお金もしっかり稼ぐとは思うんだけど、この人間社会に絶望感を感じてる人、それがこの方のサディズムの原動力じゃないかな。だから残念ながらこの方にインスピレーションを与えてるのはさ、ちょっと弱い心になかなかね、囚われて脱却できないでいるあなたがこの方にインスピレーションを図らずもね、与えてしまってんだよ。だから本当なんかね、ちょっと勇気を出して独立しちゃえば、一旦だからあなただけの幸せっていうのを求めてみてもいいんじゃないかな。あなただけの聖域、それをなんか求めてみるといいと。これは最後いいカード来ましたね。金玉様。なんか経済制裁を加えられてるっていうなんか流れが出てたけど、あなたそんなにね心配しなくていいと思うよ。金銭面はね、この金玉様が出てるから、大丈夫だよって。あなたがね、自尊心を取り戻すこと、自分自身を尊敬する意識っていうものを取り戻すと、それがね、あなたにとって良きことをどんどんね、招き入れていくよって出てます。ね、なかなか先立つものがないと不安かもしれないけど、経済面は強いんじゃないかな。これからのあなたのね動きに、金玉様はね金脈を感じてらっしゃるんだよ。だから出てきてんだからね。いいですね。あなたに向けられている敵意っていうのは確かにある。ただそれが何なのかわからないよと。降りてくる。セブン・オブ・ワンズでなんかせつかれてるような、なんとなく怪しい動き、悪い位置にはいないんだよ。だけど疎外感を感じる。あなたのお相手さんかな、キングのカップでそんなあなたをね、なんか微笑ましく見てる。この方から悪い想念っていうのは感じないよ。あなたがひょっとすればなんかわからないけどどっかからの悪い念を感じ取ってるのかな。それでちょっと一人で空回りしてしまってるのか。この体の位置にはページの想図、一生懸命調べようとしてるあなたの姿に見える。なんかおかしいわって、なんか居心地が悪い、嫌な感じがする。
でそれで立ち回るんだけど、逆三角形のね、このセブンのワンズの下では5のソーズが来てるでしょ。とりあえず私が思うようにやってみたけど、なんか違うなっていうような、勝つには勝つんだけど嫌な後味が残る。この流れでいくと、このセブンのペンタクルスも冴えない感じがするよね。こんだけ頑張っててもなんだかなっていう感じで。まあどうだろうね、この方が背負ってる生き量かもしれないね。あなたに働きかけてんの。この方は全然自覚ないかもしれないけど、この女教皇はちゃんと見なさい、そんなメッセージを送ってくる。自分の状況をちゃんと見極めなさいって。夜の世界の、隠れようの世界って言ってもいいかもしれないな。真髄を見極めなさいって、そんな感じのメッセージが来るね。そんなとこで争って、そんな勝ち方して、結局あなたが悪者になるだけじゃないって。見抜きなさいってね、メッセージが来る。これはね、生贄だね。スケープゴード。二通りの意味で読めるかな。あなたばっかりが責められてるような状況になってて、このキングのワンズのこの方にこんなに私尽くしてるのよと、そういうカードにも見えるし、あるいはこの方がかつてキングのワンドイケメンだから、生き量をくっつけてきてるかもしれないね。あなたが恨まれる言われはないかもしれないけど、そんな力が働いてるからあなたは盲目的になってるのかもしれない。嫌な感じがするな。嫌なことが起こるな。気持ち悪いことが連続して、何なんだろうなこの機運っていうような。このページの想図で知らぬが花でさ、だから分かんないから、あなたもお相手さんやね、周りの人たちに理解されないような、空騒ぎっていうのかな、しちゃうのかもしれないね。もしこのカードがあなたを表すんであれば、あなたがそのお相手さんに献身的に尽くすことがもう喜びだよって、そういうカードになってくる。真ん中のカードはね、これどうなんだろうな。だけどこれもカレッジとかさ、大胆さ、カレッジ勇気だね、勇気とか大胆さとか、ちょっと強引な感じもするけど、この女教皇からのメッセージであなたにかかってきてるこの女性の念、かなりその大胆に入ってきてるよと。なんであなたたち二人の関係性がなんとなく寂しい。なんでこんなに頑張ってんのに、勝ってんのに、勝ち組なのに、なんで寂しいのって。このお相手さんがくっつけてきてる
生き量の念がね結構大胆に入り込んできてるよって。この女教皇のカードがとても冷静だよね。あなたが見抜けないでいる、青写真を見てるんだよね。だから分かんないよ、キングのさワンズがさ、すっごくイケメンでかっこいい人かもしれないけど、お首にも出さないかもしれないけど、女心を巧みに遠隔操作してね、衝突させるような、そういうゲームを楽しんでる人かもしれないね。そのレベルの敵だったらこれ見抜くのなかなか難しいよね。クリエイティブファイヤー、やっぱりね、なんか火種がねでっかくなってくるよって。でこっちは操作コントロールされるだけど、あなたの財産が危ないかもしれないね。ちょっとなんかうかうかしてられないよって。あなたたちのかもしれない、あなたたちの財産を奪おうとしてる人たちがいるよって。で真ん中メンターだけど、誰かに相談した方がいいかもしれないね。この自分では多分どうにも頑張ってるけど、多分なかなか難しいんじゃないかな。だから信頼できる目上の人、師匠と呼べるようなね、恩人とか先生とかさ、尊敬できる会社の上司、なかなか今時いねえかな。自分が上司ならお互い様だけどだけど誰かに相談するといいかもしれない。自分一人で立ち回ってるとなかなか厳しいかもしれないね。ことね、財産はねうまく取られる可能性があるから、ちょっと気をつけた方がいいと思う。このお相手さんの男かもしれないな。なんかこのワンドのキングのカードからなんかそんなのが降りてくるかな。だから知らぬが花の事情をあなたは察知しちゃってるんだよね。それでなんかちょっと流れがおかしくなってんじゃないかな。だから本当に生き量の念が飛んでるとしたら結構厄介かもしれないね。実際に、大きな損失あれよあれよっていう間にさ、かすめ取られるような状況が来るかもしれないから要注意だよね。なんかゾワッとくるよね。一つ目さ、雨の一つ目かな。未来を見ろ、計画を立てろ、見抜けだよね。いやだけどこれこの生き量にかかってからなんか怖いんだよな。しっかりなんかね、あなたたちのこと見てるかもしれない。したたかな、力を感じるね。今回ね、あなたに向けられた敵、そして受ける罰だけど、この方がさあなたに敵意を送ってる、敵意だとしたら今現時点で下る罰っていうのがなかなか見えてこないね。だからその前の段階で、対処の方法としたら
やっぱりね、焦らずゆっくり確実に冷静に、状況に対処していくっていうことかな。念に駆り立てられると思うツボになっちゃうと思うね。どんどん内巻きになってマイナスの展開を呼び込んでっちゃう。だからね、自分だけで考えずに信頼できる人に相談することが打開策になるよ。だから結構したたかなね、念が滑り込んできてるから、がっちり行動していかないとあなたの財産を奪い取られちゃう。だからこのページのソードのようなさ、まだ情報不足の状態だと七夕野郎になっちゃうよ、あなたが。結構怖いよ。よく見てる。だからまあこの方に当たる罰っていうのは、あなたがきちっと大人の対応、冷静な対応をしていくことが、この方が自分自身を顧みるきっかけになると思うからね。その先にこの方に、当たる罰っていうのが見えてくるんじゃないかな。今まだこのね、一つ目さんがね、見せないぞって言ってね、この方をカバーしてる。強い念を感じます。気をつけましょう。そしてがっちりいきましょう。いいですね。